シンプルに引いた、振り抜いたでは球は飛びません。腕力に頼らず効率よく飛距離を出す。テイクバック、ダウン、インパクト。これを3つのパートにしっかり分けて考えます。シャグル TV 始まるよ。テイクバックの1、ダウンスイングの2、そしてインパクトの3。1、2、3。しっかり分けて考えます。さらにここで、プレイヤーそれぞれの生まれ持った体のタイプに合わせて、やりやすい方法で、1、2、3。これを分けてやると、腕力に頼らないで飛距離が出せるようになります。そこでまず自分の体のタイプを簡単に調べてみます。今回は A と B2 つに分けます。ご自身が A なのか B なのか、これからお話しするチェックポイントで確認してみてください。チェックポイントその1、飲み物を飲むときに上を向いて飲むのか、上を向かないで手首だけで飲むのか。これはペットボトルでもコップでもいいです。自然に行ってみて、手首だけで飲む方は A タイプ、上を向く方は B タイプ、この可能性があります。そしてもう一つのチェックポイントが、指を伸ばして曲げたときに第三関節から自然に曲がるのか、第二関節が曲がるのか。これはもちろんどちらを曲げることもできます。しかしどちらか自然な方という感覚で調べてみてください。第二関節が自然に曲がる方は A タイプ。第三関節が自然に曲がる方、こっちが自然という方は B タイプです。このチェック方法はざっくりとしています。A がいい、B がいいという優劣もありません。これは右利き、左利きみたいなもので、生まれた時から右手が使いやすい人、左手が使いやすい人。もちろん訓練すればどっちの手で何か絵を描いたり字を書いたり物を持ったりすることはできます。しかし自然にどちらかと言われれば右利きの人は右手、左利きの人は左手が使いやすい。こんな感じで飲み物を飲むときに上向くのか向かないのか、指を曲げたときに第二関節を曲げるのが自然か、第三関節が曲がるのが自然か、あなたが A なのか B なのかなんとなく調べてみてください。テイクバック、ダウン、インパクトという3つのパートに分けて A タイプはどう振ればいいのか、B タイプはどう振ればいいのかお伝えしていきます。それではまず A タイプの方、テイクバックを引くときに右膝を伸ばさないでください。右膝の角度を我慢したまま右の股関節を押し込みます。そして両肘を伸ばしたままテイクバックを引いていきます。股関節を押し込む感じで、そして両肘が胸の前にある感じ。1、ダウンスイングに入るときは左の股関節に体重移動します。この時に肘は曲げたり伸ばしたりせず、手首をたわませます。膝を曲げたまま右の股関節折りながら引く。そして左の股関節に乗るときに手首が折れる。そしてしっかり左の股関節に乗ってインパクトの瞬間は左の膝を伸ばして左の股関節を後ろに引きながらクラブをリリースします。このスイングの間中、体の正面にずっとグリップがあるように意識して、股関節と手首を使ってスイングを行います。そして次に B タイプの話をしていきます。B タイプの方は、テイクバックを引くときに右膝を伸ばしてください。そしてしっかりとかかとに体重を移動します。右膝を伸ばしながらテイクバックを引き、さらに右の肩甲骨を後ろに外す感じで、右肘を体から外してください。膝を伸ばしながら、若干肩甲骨を後ろに引いて、肘が体の正面から外れる感じ。そして、ダウンスイングに入るときは、この場でスクワットを入れます。この時、両膝が均等に前に出る感じ。アドレスの位置よりも前に出ても構いません。お尻も突き出しながら、膝も前に出す。右肘を体の後ろに外しながら、右膝を伸ばしながら、そして両膝で均等にスクワット。そしてこの時に、テイクバックで外した右肘をお腹の前に入れてください。これはボールを投げる時のように、
肘を外して入れる。A タイプはずっと右肘が体の前にある感じでしたが、B タイプの方は後ろに外して前に入れる。肘をしっかり動かしてスイングします。手首でためを作るというよりは、肘と肩甲骨でクラブのためを作ります。右膝を伸ばしながら、そして右の肩甲骨、右肘を後ろに外す。そしてスクワットした時に外れてた右肘をお腹の前に入れる。そしてインパクトの瞬間は同じです。両膝を伸ばしてクラブをリリースします。これをしっかり1、2、3と3つのパートに分けて A タイプ、B タイプ、それぞれこのチェックをしながら球を打ってみてください。これは A タイプの方が必ず A の打ち方をしなければいけない。B の人が必ず B の打ち方をしなければいけないという話では全くありません。生まれ持った体のタイプがこの動きがやりやすいでしょうというあくまで提案です。右利きの人が右手で絵を描くのは、これは自由に描けます。左手は最初は描きづらいです。しかし練習すれば左手でも描けます。必ずこうでなくてはいけないという話は全くしていません。ただし、ゴルフのスイング的に自分の体に合ってない動きはスピードも出しづらく、そして怪我のリスクが多少高まります。それはなぜかというと単純に違和感が出るからです。最初のタイプチェックでもお話した飲み物を飲むときに上を向く人が上を向かないで手首で飲む。これちょっと違和感があります。逆に手首だけで物を飲む方が上向いて飲もうと思うと若干違和感があります。これをゴルフクラブを持ってスピードを出したときにその違和感というのはちょっと大きくなって小さな怪我、関節とか筋肉とかそういったところに若干の負荷がかかる可能性があります。しかしどちらにしても共通なのはテイクバック、ダウン、インパクトと全く違う動きを入れる。それぞれ役目があります。かなり極端に行っていただくと、これ振りやすいというところが見つかってくると思います。この体のタイプとスイングの違いというのは気をつけなければいけないところがあります。それは指導するコーチが体のタイプは様々あるという知識がなく、自分がやりやすいからこれは正解である。トッププロが自分がやりやすいからこれは間違いないということで、全く違うタイプの人にその動きをやらせようとしたときに、すごく打ちにくくなったり、球が飛ばなくなったり、怪我をしたりってことが起こります。これは練習器具でも言えて、例えば、ここにボールを挟んでスイングする。これは基本的に A タイプの練習器具です。A タイプの方は、両肘がある程度体の正面にあって、手首を使ってスイングするので、しっかり締まっていた方が振りやすいです。しかし B タイプというのは肘を背中に外したり入れたりというふうに動かして使うので、両腕を縛ったり絞ったりすると突然打ちづらくなります。プロを見ていただいてもボールをここに挟んで打ってたり、両腕を縛って打っているタイプの方はほぼ間違いなく A タイプです。では B タイプはどういう練習器具を使うかというと、シャフトが曲がっているうねるように使う道具。これは B タイプの動きです。これはもちろん A タイプでもそれを行った方がいい時もありますし、少しクラブをうねらして振った方が振りやすいこともあります。綺麗に A と B で真っ二つに分かれるわけではなく、練習器具一つとっても自分に合ってる練習器具なのか、合ってない練習器具なのか、知っていないと使ってみて打ちにくいな、あんまり効果がないなってこと多いと思います。あとはスイングの見た目が綺麗なのは A タイプです。このゴルフというスポーツ自体が A タイプ向きのスポーツです。逆に言うと B タイプはとても奇抜に見えます。うねって引いたり、動いたり、暴れたり、こうバタ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 してる感じに見えます。美しいようには見えませんが、美しいスイングじゃないからといって安定しないのか、距離が出ないのか、結果が出ないのかというと全く違います。あくまでその人のタイプです。なので、自分が憧れるのはいいですが、自分に合ってないタイプに憧れても、形も、そしてスイングリズムも合わないことが多いです。これはスポーツだけではなく、あらゆるところに体のタイプは影響します。例えばギター。ギターは基本的に手首がこちら側に折れるタイプの道具です。ギュッと握った時に手首が手のひら側に折れる方は、ギターとても押しやすいです。手首が折れたまましっかり押さえることができます。しかし、力を入れるとこっちに折れるタイプの人は、これはギターが弾きづらいです。ではどうするのかというと、体から遠くに離したり、ギターを立てたりして、左の甲を後ろに折ったまま演奏する。なのでギターの弾き方を見ても、そのタイプによって違います。
例えば手のひら側に折れる先生が立てていく生徒を見たときに、立てないでもっと倒してここで弾きなさい。なんて言うと途端にうまく弾けなくなります。今回のタイプ別 A タイプ、B タイプに大きく分けて、A タイプの中でも2種類、B タイプの中でも2種類あります。これは生まれ持っています。統計的に遺伝もしません。そして優劣もありません。以前、階段を上がるときに後ろ側の足で力を出すのか、上げた足で力を出すのか、この話もしました。上げた方の足で力を出しているのが A タイプ。後ろ側にある足で力を出しているのが B タイプです。今回のテイクバック、ダウン、インパクトで全く違う動きを3つ使う。その時に A タイプと B タイプで全く違う使い方をする。まずはなんとなくそんなものかという感覚でこれ試してみてください。何度も繰り返しになりますが、こうでなくてはならないという話はしていません。この体のタイプについては調べていただければ様々出てくると思います。僕が詳しく名前を出して説明しないのは、その体のタイプの専門家ではないからです。ツアープロを指導するときも、アマチュアの方を指導するときも、そのタイプに合わせて指導し、そしてめちゃくちゃ研究してきています。もっともっと深い話がありますが、今回知っていただきたいのは2つ。体のタイプがあるということ。そして、テイクバック、ダウン、インパクトで3段階に全く違う方向に極端に動かすことで、結果的に力を使わないでヘッドが走るという現実。シンプルに引いた、振り抜いたでは球は飛びません。引いた、切り返した、ヘッドが走ったというしっかりと3段階に分けて練習してみてください。それでは最後にもう一度 A タイプ、B タイプ分けてスイングを意識する方法をお伝えします。まず A タイプ、テイクバックを引くときに右膝を伸ばさず曲げたまま右の股関節を押し込みます。この時、左膝は動いてもいいです。あくまで視点が右の股関節。この時に両肘が体の正面から外れないように引きます。次に切り返しで左の股関節に乗っていく。この時に右肘は曲げ伸ばしせず手首を折ってくる。そしてインパクトの瞬間に左膝を伸ばしながらヘッドを走らせる。そして次に B タイプ。B タイプは右膝を伸ばしながらテイクバックを引きます。この時腰をしっかり右に回す感じです。股関節の押し込みというよりは膝を伸ばすことに集中します。さらに右肘を体の後ろに外す。少し脇が空く感じです。そして次にスクワット。両膝均等に左側に体重移動するというよりはセンターに沈む感じ。そしてここからは同じように膝を伸ばしながらお尻を引いてヘッドを走らします。そしてこの A タイプ、B タイプの体のチェックについてはネットなどでいろいろ調べていただいて、そして自分のタイプチェックをしていただく、もしくは専門で調べてくれる資格を持った方がおられます。そういった方にお願いしてしっかりと正しいタイプチェックをしていただき、どういうスイングをしたらいいのか、今自分は何をしたらいいのかとわからない方は、チャゴル TV 公式アプリサロンの方で自分のタイプとスイングを送っていただければ、優先順位を持って何をすればいいのかしっかりお伝えします。よければそちらもご利用ください。